日本語には敬語、タメ口、丁寧語、尊敬語、謙譲語いっぱいあって難しいと思うのですが、その中でもタメ口、皆さん上手に使えますか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストではゆっくりと自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひリラックスしながら最後までゆっくりと聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい。ということで今日は最初にも少しお話ししたのですが、タメ口とか敬語とか尊敬語、丁寧語、謙譲語、いろいろたくさんある中でタメ口でお話少ししてみたいなと思うのですが、まず敬語とかタメ口の違いについては皆さんどうですか？もう理解は十分できていますか？今私がこうやってお話ししているのは敬語という話し方になります。これは丁寧な話し方ですね。例えば会社だったりとか年上の人と話したりだとか、初めて会う人とお話ししたりだとか、あんまり仲が良くないというよりかは少しまだ距離があるような関係の人とお話しするときに使うような言葉です。そして今日後でお話ししていくタメ口というのはとってもカジュアルな話し方になります。なので友達とか家族とか自分より年下の人にも基本的にはタメ口でもいいとされているので、そういった時に使う言葉になります。一番使うのは友達とお話しする時かなと思うので、今日は私とお友達になったつもりで、お友達のお話を聞いているつもりで、ぜひゆっくりとリラックスしながら聞いてもらえたらなと思います。はい、ということで今から少しタメ口でお話しさせてもらおうと思います。今日はタメ口のポッドキャストということで、わざとタメ口でお話しするので礼儀がないなとかそういう風に思わないでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今日はここからタメ口でお話ししていこうと思うんだけど正直この敬語とかタメ口とか使い分けれた方が、日本でお友達を作りたいってなった時にやっぱり敬語だとすっごく丁寧で素敵な人だなと思うけど、タメ口で話すことでギュッと距離が縮まるような気がするんだよね。だから正直今すぐにでも敬語でお話ししたいぐらい、タメ口でお話ししながら動画を撮るということに慣れてなさすぎて、なんかぎこちない感じになっちゃってるかなと少し心配なのですがもうなんかちょっと敬語になってしまってるような気もするんだけど、頑張ってタメ口でお話しするから、みんなもお友達のお話を聞いているつもりで楽に聞いててね。
このタメ口と敬語、さっきお話ししたみたいに、お友達とかだとタメ口でお話しするとぐっと距離が縮まるっていう風にお話ししたんだけど、私も実際会社の職場の人、日本にいた時会社員をしてたんだけど、その時に同期の同じ時に入社した同期の人がいたんだよね。もちろん仕事をする関係で職場で出会ってるから、最初はお互い敬語で話すのが常識というか、敬語でお話しする人が多いかなと思うんだけど、どんどん同じ時期に会社に入った人だから、やっぱり辛いこととかがあった時にお互いすっごく気持ちを理解してあげれることが多くて、同期は本当に大切だなと、今考えてもすっごく思うんだけど、同期としばらくは入社してから会社に入ってからずっと敬語でお話ししてたんだけど、ある日多分私じゃなくてその同期の子から言ってくれたと思うんだけど、全然もう私たちタメ口でお話ししないみたいな感じで言ってくれて、私としてはなんだかその時に距離が一つ縮まるような気がして、すっごく嬉しかったんだよね。それでいいねっていう風に私も返事して、そこからタメ口でお話しするようになったんだけど、そうするとやっぱり距離がぐっと縮まったような気がして、敬語でももちろんたくさんお話はできるけど、家族にもタメ口で日本ではお話しするから、家族みたいな距離が近いような状態でお話ができるような気がして、やっぱりタメ口の方が一番自分が楽に話せる方法かなと思う。敬語だとこういう風に言うのどうかなとか、敬語を使ってる関係だったらここまで踏み込んだ言葉の言い方とかするのは少し失礼かなとか思ったりもするんだけど、何でも言い合えるというか、距離がぐっと縮まってる分、仲がいいからこそ言える言葉ってたくさんあると思うんだよね。少し距離がある人には言ったら失礼だけど、仲がいい本当の友達には言っても全然 OK なジョークとかふざけた言葉たくさんあると思うんだけど、そういうことが言える関係になったことで、さらにぐっと距離が縮まったなってその時に思ったんだよね。だから今日聞いてるみんなにも、すっごく難しいけどタメ口も少し勉強してもらったら、友達作る時とかすっごく役に立つんじゃないかなと思って、今日はタメ口でお話ししてみてるんだよね。上手にタメ口でお話できてるのか、なんかちょっと不安なんだけど、もう少しお話ししたいなと今日は思ってる。なんか全然上手にできなくてぎこちないなって自分でも思ってるんだけど、今日はみんなに聞いてほしい話がもう一つあって、実は今私韓国に住んでるんだけど、韓国でジムに契約してきたんだよね。
ジムは日本にいてる時は1ヶ月ぐらいだけ通ってたことがあったんだけど、1ヶ月ぐらい通った後にすぐに韓国に来てしまって、韓国に来てからもちろんジムたくさん韓国にもあるんだけど、最初は言葉もあんまりわかんないし、ジムも日本で1ヶ月ぐらいしか通ってなかったから、韓国で上手にできるかなとか、言葉とかもだし、ジムもだし、何より女の私から言うと、ジムは男の人が多すぎてすっごく怖い怖いイメージがあって、なかなか踏み出すのに勇気がいるなと思ってたんだけど、先週やっとジムに入会することができて、ジムの生活を始めたんだよね。なんかすっごく嬉しくて、みんなにこのお話聞いてほしいなと思ったんだけど、韓国に来てまでなんでジム入会、ジムでのジム生活、ジムを始めたかというと、どうしてもやってみたいことが一つあって、日本のジムにもあるところもあるみたいなんだけど、ほとんどのジムで置いてるわけではなくて、少しマニアックな機械があるんだけど、それが階段をずっと登り続ける機会があって、どうかな、みんなの国にはジム、その階段をずっと登り続ける器具普通にあるかな。日本にはあるところもあるけど、ないジムもたくさんあって、私が通ってた、日本で1ヶ月だけ通ってたジムはそれがなくて、ジム生活を始めて SNS とかで筋トレ、ジムで運動を頑張ってる人の動画たくさん見てたんだけど、その時に韓国の人が階段をずっと登ってる動画をいろんなところで何回も見て、これ大変だけどやってみたいっていう風に思ったんだよね。それで韓国に来たら絶対この階段を登り続ける器具をやってやるぞと思ってて、で韓国に来てもう半年以上時間が経ったんだけど、言葉も少しまだ全然話せないけどちょっとずつできるようになってきたし、最近運動不足だし、もうすぐ夏も来るしそれで少し運動再開したいなと思って勇気を持ってジムに入会して、で今日も実は朝からジムに行ってきたんだよね。ジムに行ってその階段やってみたんだけど、あれ普通は何分ぐらいできるものなのかな思ってた以上にすっごく辛くてしんどくて疲れて、私は10分しか階段できませんでしたこのポッドキャストを聞いてくださってるみんなの中にはジムとか行く人もいてるんじゃないかなと思うんだけど、この階段の器具やったことある人、何分が普通なのか、そしてみんなは何分までできたことがあるのか、すっごく教えてほしいなってもしこれみんな30分とか余裕でできるよっていうことを私が知ったら、
もうちょっと頑張ってみようかなと思ってて、でも今のところ10分が限界かなと思う、うん、で、私が日本で通ってたジム、そんなに大きいジムじゃなかったから、韓国のジム、今私が通ってるジムはとっても大きくて、見たことない器具がたくさんあって、正直使い方わからないっていうのが1週間通ってみての現状という感じなんだけど、ちょっと周りの人も参考にさせてもらいながら、周りの人をお手本として見させてもらいながら練習していきたいなって今は思ってるところでも朝に運動するのってその日一日とっても元気いっぱいで頑張れるような気がするし、朝に運動するってことは朝早くに起きてるってことだから、それもとっても体にいいんじゃないかなと思うので、最近生活リズムが崩れてきて、夜なかなか寝れなくてお昼ぐらいまで寝ちゃうっていう生活が少し続いちゃってたんだけど、このジムを機に頑張って朝早く起きて夜はしっかり寝るという人になりたいなと思ってるところです。はい、ということで今日はタメ口でお話ししてみました。少しやっぱり敬語が混じってしまったところがあったかなと思うのですが、いかがだったでしょうか。もちろん日本語を初めて勉強するときは敬語で勉強してもらう方がいいかなとは思うのですが、このタメ口表現も少しずつ勉強してもらえたら面白いんじゃないかなと思うので、定期的にこのタメ口でお話しする動画撮ってみたいなと思うのですが、どうでしょうか。タメ口で勉強する方、もしかしたらたくさんいるかなと思うのですが、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございましたなんだか今日は距離が近くなったような、お友達になれたような気分に皆さんが少しでもなってくださっていたら嬉しいです。はい。ということで今日の動画は以上になります。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。